データンと皆さんごきげんよう。ジェネです。このチャンネルは様々なカルチャーの縦糸、読みの横糸で繋いでいくな家族の皆さんのためのチャンネルです。皆さんゴシックと聞くとどんなイメージを思い浮かべますかね。まずはケルン大聖堂みたいなゴシック様式の教会、他にヴァンパイアみたいなホラーなイメージある人もいるかもしれませんね。あとゴスロリみたいなストリートファッションとかね思い浮かべる人もいらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと待って、よく考えてみてほしいんですよ。この3つね、何も知らない人から見るとテラとキョンシーとギャルみたいなを同じジャンルだって言ってるぐらいめちゃくちゃに見えません？なぜこれらは全部ゴシックなんでしょうか。本日のテーマはズバリゴシックの歴史。私もこういう世界とかねもう踏み込んだのはまさにゴシックというワードに出会ったからなんですよ。ゴシックと私のそしてこのチャンネルの全ての根幹といっても過言ではなく、そしてこんなチャンネルを見ているあなたの精神にも宿っているものかもしれない。本日は建築様式としてのゴシックからサブカルチャーとしてのゴスまで、その無限の闇の系譜を皆さんと辿っていきたいと思います。そうではレッツゴー。ではまずいきなり細かい話からではなく、今日のお話の概略として、まずはざっくりとですね、こういう歴史の流れですという大枠をですね、皆さんと確認してみたいと思います。こちらも極限まで簡略化した年表なんですけども、すんごい雑に言っちゃえば、ゴシックとは12、3世紀の建築様式に始まり、それが17世紀から19世紀頃まで小説に書かれ、この小説の世界観が20世紀に入って映画や音楽に引き継がれ、さらにそれらを参照しながらゴシックファッションもまた生まれました。というのは冗談なんですけど、本日はこの5つの枠組み、1つ建築としてのゴシック、2つ小説ゴシックロマンス、3つゴシックホラー映画、4つゴシックロック、最後に5つ目にゴシックファッション。この5つの項目に分けてですね、先ほどの年表と照らし合わせながらお話ししていきたいと思います。1つ目、そびえる野蛮な摩天楼ゴシック建築ではすごいベタな話の始まり方ではあるんですが、まずは全ての始まりである建築のお話からね始めてみたいと思います。今から800年と少し前ですね、12世紀末頃にフランスで誕生し、ヨーロッパ中に展開しながらおよそ15世紀頃までですね主流だった建築様式、これがゴシックと言います。今なお残る代表的なゴシック建築は皆さんご存知、パリのノートルダム大聖堂やドイツケルンにあるケルン大聖堂ですね。ではこのゴシック建築どんなスタイルなのかといえばですね、誰でも見分けられる特徴が3つあって、1つ目は尖頭アーチですね。葉っぱの先っぽのようなですね尖ったアーチ型の装飾というのが至る所に見られます。2つ目はリブウォールと、このバッテンの骨組みがなされた天井のことを言います。3つ目にフライングバットレス。教会の外側にですねタラバガニの足みたいな構造物がブワーって並んでるんですけど、これがフライングバットレスで、中央のどでか建築物を横からガチーと支えてるものなんですね。石造りの建物ってめちゃくちゃ重いので、うまく重さをコントロールしないとべちゃって潰れちゃうんですよね。しかしゴシック建築はこの3つの構造によって重さをうまく逃がし、最悪あかんかったら横から支えたるわというんですね。まさに建築技術の革命だったんですよ。その結果一体何が起こったかと言いますと、建物がどんどん縦に伸びていく。そう、ゴシック建築とはそれまでの建物の規模や常識を破壊した限界突破高層ビルだったんです。現代の感覚ではなく、中世のですねすごい軒並みの低い街並みの中央にボーンとですねこの建物が建ってる様子を想像してみていただきたいんですよ。当時の人々にとってこのゴシック建築がいかに異様な美しい化け物だったか。しかし15世紀に入ったあたりから、雲行きが変わり始めます。15、6世紀、それはイタリアを中心にルネサンスが花開いた時代。ルネサンスとは、めっちゃ簡単に言えば、それまでキリスト教でガチガチだった価値観から、いやいや神様じゃなくて人間中心に物事を考えてみないって、昔そんな風に物事を見ていた古代ギリシャローマってやっぱすごくねというムーブメントです。だからこのルネサンスの時代というのはですね、古代ギリシャローマの芸術というのがめちゃくちゃ神リスペクトされて、じゃあその古代ギリシャローマの芸術の特徴はといえば、水平で左右対称、バランスの取れた完璧な肉体といった理性、均衡、調和といったキーワードで表せるような表現だとですね。しかしね、ここで思い出していただきたいんですよ。その前のゴシック建築ってどうだったのかといえば、ボーン、ごちゃ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 ボーン
複雑回帰で何もかもがやりすぎ、もう混沌としておりますよね。案の定ルネサンスの人々からこの過去のゴシック建築はこう罵倒されることになります。ゴート族という蛮族風の、つまりゴシックと、そう、ゴシックとはゴートチックということなんですね。ゴート人というのは、今のスウェーデンあたりに住んでた、ゲルマン系の一民族なんですけど、4世紀頃からですね、どんどんこう南に大移動していって、ヨーロッパ中のいろんな国をボコボコにするんですね。だからイタリアから見てみれば北の方で暴れ回ってた蛮族っていうイメージだったんですね。このゴシックというワードが広まったのはイタリアの画家ジョルジョ・バザーリの本が広く読まれたかららしいですね。このバザーリさんのですね、僕の考える最強アーティスト集みたいな芸術家列伝という本があるんですが、ここでですね、これはゴート人が見出した様式であると。そしてその様式をバザーリさんはマニエラ・デ・テデスキ、つまりドイツ様式というふうに書いてるんですけど、これは古代ギリシャローマの調和を乱すものだともうボロカスディスってるんですね。でもこれ全部間違っててですね、そもそもまずゴシック様式というのはゴート人が始めたものではないし、先ほど申し上げた通りゴシック様式の中心地ってフランスでしたよね。ドイツじゃないんですよ。ただこのゴシック建築の野蛮な感じっていうのを悪く言おうとした結果、イタリア人であるバザーリから見た蛮族ゴート人というワードがですね、その後だんだん建物の名前として定着しちゃったんですね。でちょっとね、ここでね、このバザーリのある悪口をちょっと見てほしいんですよ。こちらは芸術家列伝の中の建物に関する導入部の一部なんですけど、今日優れた芸術家はそれら、ゴシック建築ですねを用いることなく、むしろ怪物や野蛮なものとして忌み嫌い避けている。そこではあらゆる秩序が忘れ去られており、むしろ混乱や無秩序と呼ぶべきものである。彼ら、ゴート人ですねはあまりに多くのこのゴシック建築を建て、世界を病ませてしまった。勘のいい方はハッとなったかもしれません。怪物、野蛮、無秩序、混乱、世界を病ませる。すごい言い回しが出てきましたけども、ここに現代のゴスにつながる凄まじいヒントが秘められてるんです。この言葉をね、今日の動画の最後まで覚えておいてください。そんなこんなでですね、ゴシック建築はその後しばらく脱製建物扱いをされ続けます。こんなにかっこいいのに。しかしなんとまたゴシックよくねという時代が来るんですね。その人気の背景にあったのは、そう、小説です。2つ目、闇の美学の誕生。小説ゴシックロマンスの革命。さて、15、6世紀ルネサンスから時代は下って17世紀、舞台はイタリアからイギリスに移ります。このイギリスでゴシック小説が生まれることになる3つの時代背景というものがありました。1つ目は風景画ブームです。実はそれまで絵画というのは教会がオーダーしたキリスト教の絵、あるいは貴族がオーダーした肖像画というのがほとんどでした。なんですが、この時代あたりからですね、それまで背景に過ぎなかった風景というのをメインに描く絵というのが登場し始めます。以前こちらの動画でですね、モンス・デジデリオという謎の画家のタッグを紹介したと思うんですが、彼らが活躍したのも17世紀でしたね。じゃあこのモンス・デジデリオが描く絵といえば人間じゃないんですよね。崩壊する建物ばっかりでしたよね。なんでこういう風なブームが起こり始めたのかというね、理由としては貴族みたいな特権階級ではなくて商人とかが力をつけ始めて、とんでもねえ神様の絵じゃなくて部屋に飾って楽しめるようなですね、世俗的な絵というのが求められるようになった。また16世紀に宗教革命があってですね、カトリックからプロテスタントが分離しましたよね。でこのプロテスタントという宗教派ではですね、基本的に偶像崇拝禁止なんですね。だからプロテスタントではかつてのこういう絵とかがオーダーされなかったとかいろいろあるんですけども、この17世紀当時はクロード・ロランやサルバトール・ローザの風景画が流行り、イギリスにもこれすげえみたいな感じで伝わってきました。2つ目の時代背景はグランドツアーです。イギリスのお坊ちゃんの修学旅行ですね。それまで各地で起こっていた戦争というのもある程度落ち着いてですね、若いイギリスの貴族がヨーロッパの、特にそのフランスとかイタリアとかの当時の文化先進国ですねを旅して勉強しましょうみたいな風習がこの17世紀後から19世紀前半頃まで続くんですね。そこで彼らが何を目にしたのかといえば、大昔の建物の廃墟、荒ぶる大自然、そして彼らが目にした大昔の廃墟の中には数百年前の朽ちたゴシック建築もあったわけですよね。どうでしょう、
いかにも吸血鬼とか幽霊とか出てきそうな雰囲気じゃないでしょうか。こうした美しい情景にですね、当時のお坊ちゃん大感銘を受けまして、そのうちの一人ホレス・ウォルポールという貴族はですね、当時知人に宛てた手紙にこう書いてます。断崖山岳激流狼雷鳴サルバトール・ローザー、我らが国の宗谷は苔を脅し宮殿のなんと入弱なことよ。要はサルバトールの絵ぐらいもう凄まじい情景や言うてるんですよね。この絵のようなという形容をですね、英語でピクチャーレスクというんですが、その後イギリスに帰って彼らはですね、このピクチャーレスク的なお庭をめちゃめちゃ作りまくりまして、これがなんかこう今のイングリッシュガーデンとかにもつながっていくんですけども、なんとそのお庭の中には廃墟までわざわざ作っておいたというから、彼らが見た廃墟と自然みたいな光景がいかにインパクト大だったかというのが伺えますね。さて、この2つの時代背景を得て、ついに3つ目、通行という新感覚が生まれます。先ほどまでの2点の話を聞いてですね、大きな価値観の変化が起こっているということにお気づきでしょうか。ルネサンスの時代には美しさとは調和と均衡でしたよね。しかしさっきのウォルポール君の言葉をもう一回思い出してほしいんです。断崖とか落ちたら危ないですよね。死に関わりますよね。山岳とか激流っていうのもこう調和と均衡じゃなくてもうすんごい荒れ狂ってますよね。しかしウォルポール君をはじめ当時のイギリス人はですね、この危険な死の恐怖をも呼び起こすような情景を美しいって言ってるんですね。この新感覚を定義づけた人がいます。その名をエドマンド・バーク。彼がですね、この崇高と美の起源という本の中で恐ろしく死の緊張も感じさせるような圧倒的な美をサブライム、崇高と呼んだんですね。この崇高という概念こそ現代まで続くゴシックの美学の革新なんです。このチャンネルでは当たり前の価値観になっちゃってるんですけども、なんていうんですかね、こう暗くて死の匂いが漂うような、本来ならすごいネガティブなものに美しいというポジティブな評価を初めてはっきりと与えたのはこの本なんですね。要は美しいのは元祖みたいなもんです。そしてこの本によって初めて高らかに宣言された崇高の理念がですね、ついに小説になるんですね。これ1764年オートラント城来たんです。こちらの作者、先ほどのホレス・ウォルポール君です。この人ですね、もうその後も中世のゴシック建築への憧れ相まっちゃって、大人になってからですね、ストロベリーヒルハウスというゴシック風の別荘を建てちゃうんですね。で、ある晩その別荘で寝てる時にですね、不思議な夢を見て、それを小説にしたというのがこのオトラント城北なんですけども、中世の呪われた城で起こる怪奇事件と血脈の物語といった風でですね、そこでに散りばめられたモチーフといえば、教会の地下、飛ぶ巨大な兜、骸骨の亡霊、魔術、謎の騎士、動く絵画、揺れる大地、雷鳴、悲恋などなどという感じでですね、どうでしょう。先ほど申し上げた死の緊張を感じさせる崇高な美しさがそのままエンタメになったようでは。そう、この小説を第1号としてゴシックロマンスという小説ジャンルが切り開かれます。ちなみにロマンスとは恋愛ものという意味ではありません。本来ロマンスとは中世ヨーロッパの騎士道物語のことを言うんですね。例えばアーサー王伝説とかまさにそうなんですけど、そこには騎士たちの危険な冒険とか恐ろしい魔法とか幻想的で超自然的なあれこれっていうのが書かれたんですね。で、そうした要素がこうした小説にも満載だったので、ゴシック風の冒険譚、恐怖譚という意味でゴシックロマンスというふうに呼ばれてます。で、このオトラント城北が大ヒットをしましてですね、以降これをテンプレとした小説がたくさん書かれていくことになるんですね。ざっと例を挙げると、バテク、ユードルフの秘密、マンク、ここから19世紀に入りますが、メアリー・シェリー、フランケンシュタイン、放浪者メルモス、エミリー・ブロンテの嵐が丘、シャリダン・レファニュの吸血鬼カーミラにブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラ。さあ、知ってる名前が出てきましたね。吸血鬼ドラキュラについてはですね、過去でこちらの動画で詳しくご紹介しておりますので、ぜひ見てね。しかしですよ、たくさんの人が楽しむということは、小難しいことは全部抜きにして、ベタでセンセーショナルな、つまり通俗的になるということでもあるんですね。ゴシック小説は不気味だが美しいロマンスから、血と殺人事件にまみれたスリラーものとして大量生産されるようになっていきます。ちなみにメアリー・シェリー以降はですね、19世紀に入っている
わけですが、この19世紀こそ一度失墜したゴシックの権力というのがですね、再び完全に蘇ったというべき時代なんです。実はこの小説と合わせてですね、建築とファッションの2つのジャンルにおいて重要なムーブメントが起こってたんです。まず建築の分野ではですね、この19世紀当時っていうのはイギリスが産業革命を得て、国の景色みたいなものがこう農村からですね、急にこう工場と都市みたいにブワーッと変わっていった時代なんですね。レンガの街並みはぎゅうぎゅうで劣悪、工場による環境汚染も深刻。こんな時代を生きてたのがね、過去のこちらでも紹介したオーブリー・ビアスリーだったりオスカー・ワイルドだったりするんですけども、そんなですね、もうせこせこしたこう都市部の生活を見ていると、反対に中世ののどかでロマンチックな時代の方が良かったやんという意見が生まれてくるんですね。あとですね、ルネサンスの時代はゴート人ってボロカスに言われてましたけど、なんかね、イギリスではゴート族は森を大事にしながら会議で政治を決めた人たちだというなんか謎の神話が信じられててですね、これがイギリス議会で超リスペクトされるんです。イギリスの議会を行う場所といえば皆さんご存知ウェストミンスター宮殿ですけども、こちらのねすごい古い建物をこの19世紀にですね、ゴシック様式を現代ナイズした建築に改築されるんですね。そう、こうした19世紀に蘇った建築はゴシックリバイバル様式と言います。こちらサブチャンネルの Vlog でも紹介したハリーポッターの映画でキングスクロス駅として登場する、正確に言うとセントパンクラス駅なんですけども、これもゴシックリバイバル様式です。こんな感じでですね、この19世紀当時のイギリスでは中世のゴシック建築を思わせるゴシックリバイバル様式の建物がたくさん建てられたんですね。2つ目にファッションのジャンルではですね、それまでお葬式とかなんか特別な機会にしか着なかった黒という色が一般的な服として着られるようになり始めたんです。19世紀イギリスはですね、まるまるビクトリア女王が統治してた時代なんですけども、彼女の旦那のですね、アルバート公が42歳という若さで亡くなってしまって、めちゃめちゃラブラブカップルだったがゆえにですね、その悲しみからビクトリア女王は、死ぬまでの40年間ずっと喪服を着てたんですよ。国のトップが公務だろうが何だろうが常に黒いドレスしか着ないって結構異常なことだと思うんですけど、これによってですね、なんかだんだん国民の認識みたいなものが黒イコール悲しみの色以上に女王がずっと着るぐらい格式高い節度のある色という風に変わっていってですね、国民も服に黒というのを積極的に用いるようになっていきます。例えばメイドさんって白いエプロンの下黒いワンピースを着てるじゃないですか。いろんな理由はありますけども、黒というのがお客様の前で失礼ではない色であるっていう認識になったからとか、あるいはそういう節度のある服をちゃんと着せていますよというアピールでもあったんですね。まとめますと、野蛮で無秩序だと忘れ去られていたフランス発のゴシック建築がイギリスでホラーな小説、そして憧れの建築物として蘇りました。そしてその時代において人々が美しい色として着るようになったのは死をたたえた黒。さあ、こうして中世のゴシックは新しい形となって近代に蘇りました。このイギリス初の新ゴシックみたいなものをですね、世界中に伝播させる新しいメディアが登場します。19世紀末に誕生し、20世紀にかけて一大娯楽に躍り出た音と映像の新芸術。そう、映画です。3つ目、イギリスから世界へゴシックホラー映画の跳躍。絵とか建築っていうのが何千年も歴史を持つ芸術なのに対し、映画というのはですね、ここ100年ぐらいしか歴史のないすごく新しいアートなんですね。1891年、トーマス・エジソンが箱を覗く見ると映像が見えるというキネットスコープを発明。1895年にはこれをスクリーンに投影できるシネマトグラフがフランスのリュミエール兄弟によって発明され、これによってたくさんの人が同じ画面を共有して映像を楽しむという映画という新メディアがスタートします。そして20世紀に入ると爆発的にいろんな作品が作られ始めるんですね。で、当然その中にはですね、なんかゴシック的世界っていうのを映像にしたものも数々あったんですけども、意外にもその先陣を切ったのはドイツだったんですね。まずそのゴシック的世界が映像になったのが1920年代、カリガリ博士と吸血鬼ノスフェラトゥにおいてでした。カリガリ博士は見せ物になっていた眠り男が次々と殺人を犯すんですが、実はそれは精神病患者の
という話ですね。吸血鬼のスフェラトゥは過去にこちらの動画でもねご紹介しましたが、この吸血鬼ドラキュラを勝手に下敷きにして勝手に改変したヴァンパイア映画ですね。この2作品はですね、こう非現実的なものだったり精神的なその内面を描くことを非常に重視したドイツ表現主義の傑作だと言われてるんですけど、そのドイツ表現主義的な特徴がこんな無秩序なセットだったり不気味な姿形であったり忍び寄る脅威として描かれていたり、野蛮で無秩序、恐ろしくて危険な、そんななんかゴシック的要素によってきません？そしてゴシック的世界の表現といえばやっぱメイクも見逃せないですよね。見て今日気合い入れすぎてさ、普段の2倍ぐらいのパンダムになってるんですけど、この1920年代の映画というのはですね、まだ音がついていないサイレント映画だったんですけども、このサイレント時代に活躍した女優にですね、ワンプと呼ばれた、女性たちがいたんですね。ワンプとは言わずもがなヴァンパイアの略なんですけども、男を惑わし破滅させてしまうような役柄が似合うその悪女的なね女優さんをバンプと当時いたんですね。今でいうとこのファム・ファタールなんですけども、このファム・ファタールというのは1930年以降ですね、音のついた陶器映画が生まれて以降に誕生した単語なのでちょっと新しいんですね。でこのバンプ女優の元祖と名高い人がですね、1910年から20年代頃に活躍したセダ・パラという人なんですが、ちょっと写真を見ていただけますか。こちら愚者ありきという作品の写真、こちらはクレオパトラという作品でのメイクなんですが、なんかゴスメイクっぽくない？彼女だけではなくですね、当時のそのモノクロ映画ってやっぱその写りも悪いのでこう男女を構わずですね結構濃いめの化粧はしてたんですけども、こうした当時のそのワンプ女優ですかねのメイクが、後のですね若者たちのコスメイクに、参照されたと言及されていることもあります。さてで一方のアメリカではですね、1930年代からこうしたですね19世紀のそのゴシックロマン小説を下敷きとした映画が大量生産されるようになってきます。例えば30年代に発表されたメインのラインナップでもこんな感じで、他にも当時狼男だったり透明人間とか女吸血鬼みたいなね題材の映画も作られてるんですけど、やっぱ特に注目したいのはこのドラキュラとかフランケンシュタイン、いわばモンスターものですね。こうしたモンスターたちですね、原作小説とは全く違う姿で映像化されてるんですよ。例えば有名どころだとこのドラキュラ伯爵のビジュアル、原作小説の中ではですね、ドラキュラ伯爵というのは痩せていて背が高くもじゃもじゃ眉毛で息が死ぬほど臭いおじいさんなんですね。しかしこの小説がですね1927年まずはブロードウェイの舞台になるんですけども、そこでドラキュラ伯爵を演じたベラ・ルゴシという俳優がその舞台上の格好のままで1931年の魔人ドラキュラにも出演したんですね。でやっぱこれなんかちょっとオーホルバックですごい貴族的でかっこよくないですか。で結局今やねもうこっちの方がもうドラキュラもしくはもうヴァンパイアそのもののイメージとして定着しちゃってるわけなんですね。でちなみにフランケンシュタインはですね原作小説ではこんな四角い頭に釘がいっぱい刺さったような大男ではないんですけども、こちらの写真はですね1935年のフランケンシュタインの花嫁からのワンシーンなんですね。こちらがそのフランケンシュタインの花嫁の方なんですけど、ファッションすごくないですか。すごいもう細い眉毛にね濃いリップ、メッシュの入ったすごいこの逆立った赤みですね。これもまた後年のゴスファッションに影響を与えたと言われたり言われてなかったりします。でこういうね今の今まで続くこのイメージっていうのを固定化させたこの映画のモンスターたち、ユニバーサルスタジオで全部撮影されたので、一般にユニバーサルモンスターズとかも言われてるんですけども、もちろん画面の前の皆さんもこういうビジュアルはご存知ですよね。それすなわち当たり前になるぐらいこれらの映画をたくさん見られた、つまり大ヒットしたということなんですね。そして先ほどゴシックロマンスの折にもお話しした通り、たくさんの人が見る、それすなわち内容が通俗的になっていくということでもあります。そう、このハリウッドのモンスター映画で起きたこととして重要なのは、本来のゴシックロマンスの中ではその幽霊だとか怪奇現象みたいなものは崇高の美でですね、その大自然だったり古いお城だったり、そういったこの情景を、際立たせる、演出するための小道具の一つだったんですよね。しかしゴシックロマンスが大衆化していき、それがさらにこのアメリカの映画というものを通して小道具そのものをショッキングに打ち出すことがメインになっていく、エンタメ
メとしてのホラーとかモンスターみたいなものに単純化したんですよね。なのでこの動画のね冒頭で、指名したこの謎の3点セットですね、すごい厳かな境外と完全にキャラクター化してしまったヴァンパイアみたいなのがなぜ同じゴシックなのかというには、この間に小説と映画、そしてそれらの通俗化があったからなんですね。そしてこういう大衆的な分かりやすいものになったからこそ、これら映画の中のゴシック的世界は映像を通して世界中に広まっていくことになります。この後は1939年の二次大戦の勃発によってしばらくこのゴシックカルチャーの劇的な進化というのは一旦何を潜めるんですが、この映画を通して世界にばらまかれた闇の種が戦後音楽を筆頭に芽吹いていくことになります。4つ目、ゴシックからゴスへ。若者音楽としてのゴシックロック、建築様式としてのゴシックからサブカルチャーとしてのゴスへ、またゴシックファッションという、傾向っていうんですかねの形成に最も大きな役割を果たしたのは、やはり1970年代頃から生まれたゴシックロックという音楽だと思います。二次大戦が終わり1940年代に入ると、アメリカでもともとは黒人音楽だったブルースとゴスペルが融合し、リズム&ブルースへ、さらにこれが白人の若者たちにも波及していく中で、進化して1950年代頃になるとロックンロールに、ここからロックというですね若者の反屈精神の象徴のような一大ジャンルが幕を開けます。なんですが、ここからいきなりゴシックロックがボーンと生まれるわけではない。その過程をですね代表的なアーティストを見ながらチェックしてみたいと思います。まず押さえたいのは、1950年代にアメリカに登場したスクリーミング・ジェイ・ホーキンス、そして、1960年代にイギリスに登場したスクリーミング・ロード・サーチ。この2人はですね音楽的には全然ゴスではないんですけど、注目すべきはそのパフォーマンスでして、まずスクリーミング・ジェイ・ホーキンスの方、彼は R&B の歌手でですね、最大のヒット曲としては I Put a Spell on You が知られてるんかなと思うんですけど、これねニーナ・シモンとかマリリン・マンソンとかカバーしてますけども、ホーキンスはこの曲をですね棺から登場し、骸骨のついた杖を持ってすごい呪わしい狂気的な歌い方で歌ったんですね。この鼻の骨飾りとかですね、ジャラジャラしたネックレスも多分黒人世界のその呪術師みたいなものをイメージしてるのかなと思います。あとスクリーミング・ロード・サッチの方、代表曲はジャック・ザ・リッパーとかですかね。言わずもがな19世紀のイギリスの連続殺人鬼切り裂きジャックですねをテーマにした曲で、シルクハットにマントを羽織り、ナイフで人間を殺しながら歌うという、もうその様子はまさに殺人事件ばかりセンセーショナルに書くようになった後期の低俗なゴシックロマンスのごときなんですね。他にもですねドラキュラーズ・ドーターとか、モンスター・イン・ブラック・タイツといった曲もあるんですけども、こちらはアメリカのホラー映画的な世界観になってますよね。そう、この2人の何がすごかったかというと、ゴシックロマンスとかホラー映画みたいな世界観をですね初めてファッションとしてパフォーマンスとして音楽に持ち込んだんですよね。お次に1960年代後半になると、音楽性としてはまだゴシックロックとはちょっと呼びづらいかもしれないんですけども、確実にその後のゴシックロックまでの道を舗装した3バンドが現れます。イギリスではブラックサバス、アメリカではベルベット・アンダーグラウンドとドアーズですね。ブラックサバス、こちら1968年に結成されたこれメタルバンドなんですけども、ライブ中に生きたコウモリを食いちぎったことで有名なオジー・オズボーンがを中心に、最近までね活動してたバンドですね。そもそもこのバンド名がですね、まず同名のホラー映画から取られてるし、注目すべきはですね、彼らは悪魔信仰とか黒魔術みたいなものをバンドのそのコンセプトとして取り入れたんですね。ゴシックファッションの人ってこういうモチーフ好きな人いません？私個人はねやっぱ古き良きゴシックロマンス派なので、あんまりこういったものにはタッチしてないんですけど、こういう世界観をですねやっぱ音楽に取り込んだ筆頭はですねやっぱブラックサバスかなと思います。でここまではですね結構そのビジュアルとかコンセプト面で、音楽にゴスを取り入れた人みたいな話だったんですけども、一方その音楽性の方でですねゴシックロックのその先駆者となったのがまずはベルベット・アンダーグラウンド。1964年に結成されたこれロックバンドなんですけども、同性愛とか SM とか、当時のその性のタブーみたいなものを文学的に歌うような歌詞とか、実験的な音作りとかね、アグレッシブな革新性みたいなものはよく語られるところなんですけども、メロディー自体は結構その明るいものが多くてですね、実は私はあんまピンときてないんですけども、それよりですね現代芸術家であるアンディ・ウォーホルがねちょっと関わってたバンドでもあるんですけども、彼の紹介でですねニコというこの女性がですね一瞬だけボーカリストで参加するんですね。彼
彼女がですねその後のこのソロ活動でゴシックロックの女性ボーカリストの原型みたいなものを作ったんですよね。例えば、ザ・マーブル・インデックス、なんかに代表されるですねその陰鬱な音楽性とかこう歌声、あとこの人はもともと金髪の人なんですけども髪をすごく暗く染めですね全身真っ黒のスタイルとかをされてて、それを真似する10代というですねなんかこう初期のゴスガールたちみたいなものを生み出してるんですね。そしてベルベッツとほぼ同時期に現れたのが1965年結成のロックバンドドアーズですね。もうね、とりあえず、ジ・エンドという代表曲を聴いてみていただきたい。父殺しとか、なんかこう、母との貫通みたいな、ギリシャ悲劇のごとき残酷で背徳的な要素とか、もう終わりだよ。素晴らしき友よ。もう終わりだ。たった一人の友よ。というですね、この絶望的な歌詞が10分以上続く、まさに暗黒の女子誌じゃないですか。このジ・エンド、さらによく聞くとですね、この声にすごいこう、なんかリバーブっていうんですかね、みたいなのがかかってて、後ろにこのオルガンのようなメロディーも流れていて、これすごく教会的ですよね。またこのドアーズの中心人物ジム・モリソンというですね、27歳で亡くなった伝説的なカリスマだったんですけども、彼のこう長い乱れた髪にこのレザーパンツみたいなちょっとこうセクシーで影のあるような入れ立ちとか孤独とか死を扱ったそういう暗くて、しかし詩的で美しいようなその歌詞、それが暗いけど美しいみたいな新しいロックを形作ったんですね。で実はこの1960年代時点でですねこのドアーズの音楽を、ジョン・ステックニーという批評家がすでにゴシックロックだみたいな風に形容してるらしいんですけども、当時ちょっとこの言葉はまだほぼ広がらずジャンル名として定着するにはもう少し時を待つことになります。さてこのベルベッツとかドアーズがこう頭角を現し始めた1960年代後半、これと並行してですねちょっと頭の隅に置いていただきたい音楽潮流がもう一個ありまして、それがグラムロックなんですね。その中でもね、特に例えばやっぱデビッド・ボーイのこの痩せた青い公爵と、彼が呼んでいたこの入れ立ちとかアレス・クーパーのこういうホラー映画じみたこの演劇的パフォーマンス、これらはなんかここまでこう培われてきた音楽界におけるゴシック的ファッションを非常に先鋭化させたもののようにも見えますね。それはともかくですね、このグラムロックが成したこのドデカ革命というのが男性が濃いメイクをしてド派手な、なんなら時にちょっと中性的なファッションをするということだったんですね。今だとこれ例みたいな感じかもしれないんですけども、この例になったのはこのグラムロックがそういったものをこの当たり前にしていく先陣を切ったからなんですよ。でこうしたグラムロックの側面がですね女性的な男性みたいなこうゴシックあるあるだと思うんですけども、そういうこうおたんびな男性像の起爆剤にもなったし、特に日本ではですねその日本におけるゴシック需要に多大な影響を果たしたビジュアル系というジャンルの誕生に大きな影響を与えました。さて時代は1970年代中頃、セックスピストルズに代表されるようなですね、パンクロックが生まれてこうバーッとなってた頃なんですが、パンクロックっていうのはこの外へ向けた怒り、反抗、破壊みたいなものを、メンタリティとした音楽ですよね。しかしですねそれとは逆になんかこう気持ちがもっとこう自分とかですねこう内に向いた音楽というのもまた生まれるわけです。それこそポストパンクであり、ポストとは何々の後という意味なのでパンクの後のという意味ですね。そしてそのポストパンクの中でも特定の美学を持った一団がゴシックロックと呼ばれるようになっていくんですね。その代表的な4バンドこそスージー&ザ・バンシーズ、ジョイ・ディビジョン、バウハウス、ザ・キュア。まずスージー&ザ・バンシーズ、こちら1976年に、結成したバンドで、なんといってもスージー・スーのファッションですよね。この人ね、もともとセックス&ピストルズの親衛隊をやってたみたいな感じでパンク畑出身の人で、古いパンクみたいなこういうファッション性というのもなんかその辺から培われたものかなと思うんですけども、今のこうしたファッションはですねゴシックファッションの鏡みたいな感じでよく参照されてますね。音楽性に関しても、例えば1曲聴くならスペルバウンドとかですかね、ギターのこう硬質でこうねじれたような音っていうんですかとか、あとのリズムの反復性、歌い方もですねこう呪術的なんですよね。パンクの暴れ散らす感じとはちょっと違ううつろさみたいなのがどっかにあるんですよね。そしてほぼ同時に結成されたのがジョイ・ディビジョンですね。この T
シャツ着てる人見かけたことのありません？これ多分ニルヴァーナの T シャツと次ぐらいによく見るんじゃないですかね。この T シャツのデザインはですね、ジョイ・ディビジョンのアンノーン・プレジャーというアルバムのジャケットから来てます。で、彼らのね、例えば一番有名なラブ・ウィル・ティア・アサパートとかですね、聞いてみるとこの無機質なドラム、すごい低くてですね、暗い歌い方っていうのが特徴的なんですね。このボーカルのイアン・カーティス、23歳で自殺してしまうんですけども、彼のね、その自己の内に向かうその繊細な文学青年的な、歌詞とかですね、その早すぎる詩というのがジョイ・ディビジョンというバンドをね、伝説化し、またゴシック的な暗さをも与えてるんですね。お次にバウハウス、こちら1978年結成のバンドですけども、ゴス的という意味で一番わかりやすいシングル曲がこれ、ベラルゴシの詩。このレコードジャケットのですね、このコウモリの羽ビャーみたいなのはですね、サタンの悲哀という1926年のサイレント映画から引用したものなんですけども、このね、裏面はですね、先ほど紹介したガリガリ博士からのワンシーンなんですね。ちょっとレコードに関してはいろんなこのデザインのバージョン違いがあるみたいで、必ずしもこれが裏表ではないみたいなんですけども、ベラルゴシとは言わずもがな、先ほど紹介したこの魔人ドラキュラを演じた俳優ですね。映画のゴシック的世界をそのまま引用して持ち込んでいるという意味ではゴス的ですよね。実はこの曲はですね、メンバーはふざけてジョークで書いた曲らしいんですけども、聞いてみればですね、非常に冷たくてほの暗い音とか、洞窟で歌っているようなボーカル、これがゴシックロックなんだってすごいわかりやすい曲です。そして最後にザ・キュア、こちら1978年結成なのでですね、音楽的にもビジュアル的にももう一番わかりやすいゴシックロックのバンドなんじゃないかなと思います。当時のザ・キュアのゴシックロックっぽさがわかる曲としてはアーフォレストとかですかね。無機質で機械的なドラム、ブン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 みたいな低くて必要なベース、あとこの余計な装飾のないこのミニマルな、当時のそのゴシックロックっぽさみたいなのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。またボーカリストのロバート・スミスのこういうファッションっていうのもですね、ゴシックファッションに影響を与えた一つですね。で、この現代に入れば入るほど、そして音楽ほどですね、紹介が難しいというのがですね、もういろんな細かい影響がブワーって絡み合ってるので、先ほどの4バンドのもう直後からですね、他にもダムド、シスター・オブ・バーシー、フィールド・オブ・ザ・ネフェルム、クリスチャン・デス、ザ・ミッションなどなどですね、もう80年代にかけてもすごい群雄割拠になって、今回の動画はね、ゴシックの歴史の大枠をつかむということなので、今日はこの辺はちょっと名前を挙げるにとどめておくんですが、こういったバンドがですね、いろんなライブハウスとかクラブとかで演奏するにつけ、そこに溜まってるたくさんの若者たちの間で文化の混交というのが起こって、ファッションっていうのもどんどん出来上がっていくわけなんですよね。ゴシックロックの発展に大きく貢献したクラブイベントとしてはバッドキーブなんかがよく知られてると思うんですが、そこで演奏してたバンドのね、このスペシメンとか見てみるとね、もう我々が知ってるゴシックファッション仕上がってますね。ということでちょっと一旦流れをまとめましょう。まず音楽性、戦後若者音楽としてスタートしたロックンロール、パンクもそうなんですけども、これらのメンタリティは若者の社会への反発というものでした。しかし逆に孤独とかイマジネーションみたいなものを歌い上げるような自分の内に向かうような音楽というものも生まれ、そこにある無機質な冷たさとかはぐれ者であることの心情の吐露みたいな側面が後にシックロックと形容されるようになってきます。ちなみに先ほどはゴシックロックの思想的な存在として紹介したこの4バンドはですね、自分たちはゴスじゃないと、そのラベリングをすごい否定してたんですね。これもまたですね、かつてゴシック建築が勝手に外から名前を与えられたというような要素と全く一緒なんですよね。次にファッション面では小説のゴシックロマンスやそこから派生した、ホラー映画の世界観がまずは引用され始め、徐々に白塗りの中性的なメイクとか SM の香りがするレーザーとかクラシカルな匂いのするこのレースとかを用いた黒ずくめファッションへと進化していきます。この音楽っていうジャンルにおいてですね、昔の高温なイメージとか高温なイメージにさらにこのファッション性までもが合体して、こんなにいろいろもう総括的にあるとですね、何をするにもこの参考の手本があるというような若者にとっての新しいスタイルになる。ここにおいてゴシックはついに若者文化、つまりゴスというサブカルチャーになったんですね。そろそろいろんなイメージがもう合体しすぎてわけわかめになってる方もいらっしゃると思うんですけども、実はそれこそがゴスの真髄なんですよね。こちら思想の血統というゴスの歴史を解説した本でですね、著書の樋口博之さんが
がそのゴスの様子を文化的主体保護と形容されてるんですけども、非常に言えて妙だなというか、こう過去のですね、つまりもう主体になったカルチャーをですね、無限に継ぎはぎしてるんですよね。しかし一応もう何でもかんでも適当につなぎ合わせてるわけでもなくって、そこにはなんかこう暗くて冷たいこう詩的な感性とか中世趣味とまでは言わなくても、こう現代社会に馴染めない孤独な感覚、そしてそれって自らは異物であるという、モンスターと言い換えてもいいかもしれませんが、そういう感覚ですよね。こうしたですね、なんかこう共通した方向性というのがあります。ここで、バザーリの言葉をもう一度思い出してほしいんです。いろんな文化を無理やり無秩序に山につなぎ合わせたようなこのゴス、その混乱の様相は時に病んでいるようにも見えませんか。最後にですね、特に日本におけるゴスの需要の仕方にも触れながら、ゴシックファッションの発展について押さえておきましょう。5つ目、いよいよ東の最果て、ゴシックファッションと日本のゴス需要。ゴスのですね、特に現代におけるこの波及について書かれたテクノゴシックという本の中で、著者の小谷真理さんはゴスカルチャーの特質を不安や矛盾を映し出す物語力と感染力とおっしゃってるんですけども、まさにもうファッションにはもういろんなジャンルに波及しまくって、今なおもう無数のゴスファッションというのが生まれてます。例えば先ほどの70年から80年代頃の、バンドシーンでのゴスファッションは伝統的な、つまりトラディショナルなゴスということで、トラディショナルゴス、トラッドゴスなんか言われてます。19世紀頃のゴシックロマンスの世界観を強く打ち出した、ゴスファッションはロマンティックゴス、 SM とかのフェティッシュ要素とゴシックのこの対配性みたいなのが合体したフェティッシュゴス、工業に汚染された近未来的な SF のイメージとゴシックの対配性が合体してサイバーゴスなどなど、もうね、細分化するともう無限にあれもこれもとなっちゃうので、これに関してはちょっと後日また動画作りたいと思います。で、この中にですね J ゴスっていう、ジャンルがあると思うんですけども、これが、日本におけるゴシックファッションを総括した、名前になります。日本のゴスファッションというのはね、音楽はもちろんなんですけども、アニメとか、漫画の影響というのがめちゃめちゃ強くって、海外の本場のこうゴシックファッションとは若干別物になってるんですね。ということでね、最後に、日本におけるゴスカルチャーの需要と、それがゴスロリーを筆頭とするサブカルファッションになるまでを見ておきたいと思います。イギリスで70年代から80年代頃に交流した、ゴシックロック、当然日本にも入ってくるんですが、その輸入に偉大な役割を果たした人こそ1980年結成オートモッド。後のボーイのメンバーとなる、布袋寅泰さんとか高橋誠さんが在籍したことで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、オートモットの中心人物であるジュネさんはですね、1980年代前後にガチでロンドンの、ゴシックロックの現場っていうのをご覧になってて、それをもう日本に持ち帰ってですね、独自に展開されて描いたんですね。でまた彼のレーベルからですね、マダム・エドワルダーなどなど、他のバンドもこう登場して、日本の音楽シーンにおける本格的なゴシックロックが幕開けするとともに、これが後のビジュアル系のルーツともなっていきます。ちなみにさっきからゴシックロックと言ってるんですけども、当時の日本ではポジティブパンク、略してポジパンと呼ばれることの方が圧倒的に多かったみたいです。暗いのにポジティブってどういうことってなるかもしれないんですけども、すでに形骸化してしまったパンクに対してより未来の新しい展望が期待できるという意味で、ポジティブと付けられたみたいです。初めはもちろんイギリスの雑誌で、登場した呼び名なんですけども、イギリスではあんまり普及しなくて、日本でフールズみたいな音楽雑誌にですね、ポジティブパンクと書かれていたことで、日本ではポジパン呼びの方が圧倒的に多かったみたいです。当然当時のポジパンファンの中にはゴスっぽい格好のファンたちっていうのがいたし、当時ねバンドブームとかがあって、ナゴムギャルやらトランスギャルやらいろいろ追っかけの少女たちがいたらしいんですけども、その中にはすでにゴスロリっぽい子も見られたらしいんですね。しかしこの時点ではまだその具体名のついた独立したファッションジャンルではなかったわけです。ライブハウスだったりストリートだったりで局所的に見られるようなファッションだったんですね。さて80年代から90年代頃になると x ジャパンに始まり、バックチクルなしなどなど、ビジュアル系と呼ばれる潮流が生まれてきます。皆さんご存知と思うんですけども、ビジュアル系っていうのはバンドによって音楽性というのはもう点でバラバラで、このジャンルの最大の特徴とは、メイクとかファッションとか、つまりビジュアルの面にすごく重きを置いていたということなんですね。そんな中1992年に登場するのがマリス・ミゼル。今のねタレントで有名な、ガクトさんが一時期在籍されていたことで知っている人もいるかもしれませんが、このマリス・ミゼルという、V
場は何をこうコンセプトにしてたかというと、フランス宮廷っぽかったり、ちょっとフェティッシュっぽい衣装もあることにあるんですけども、古いヨーロッパ趣味っていうのを前面に出していたところが特徴だったんですね。でメンバーの中でですね、ギタリストのマナ様という人はいわゆるその女型と言われる男性なんだけども女性的な衣装を着る、メンバーさんだったんですけども、この当時マリス・ミゼルというのはですね、なんかもう社会現象になるぐらいめちゃくちゃ人気だったそうで、このマナ様のですねダークなんだけどもちょっとこう女性的というか、その少女趣味みたいなのが混ざったファッションというのがですね、お茶の間のテレビとかに映ったんですね。また彼は1999年モアメーム・モアティエという、ブランドを立ち上げるんですけども、そのブランドの中で展開されたゴシック的な闇の世界観と少女的な、つまりロリータ的な可愛らしさが合体したファッションというのが、ゴスロリとはこうだというですねイメージを固めるに一役買ったんですね。これに関してはこう誰が仕掛けたとかではなくですね、こうなんかいろんなこう要素が影響し合って徐々にできていったファッションなので、バンドファンの中からこう自然発生的に生まれたローカルな曖昧なファッションっていうのがアーティストというフィルターを通して一つの型として洗練され全国に認知されていったというふうには、いるんじゃないかなと思います。ということで動画冒頭で出してきたこの謎の3点セットのですね、このゴスロリに関してはゴジパンとかビジュアル系というワードによって教会的なイメージとかドラキュラ的なイメージと、接続できるんじゃないかなと思います。で日本におけるそのゴシックファッションというのはですね、すでにあったこうパンクファッションみたいな別のこうストリートファッションと混ざったり、ナナとかデスノートみたいな、漫画アニメに描かれた架空のファッションとこう混ざったりしてですね、日本独自の進化を遂げていくんですけども、じゃあ日本のそういうゴシックファッション愛好家がですね、必ずしもゴシックロマンスやホラー映画の文脈まで受け継いでいたのかといえば、多分みんながみんなそうではなかったと思うんですよね。ファッションという側は引用したけども、そこの中にあるこの柱の部分ですね、精神基盤となるようなところはイギリスから 100% 輸入したわけではなかったんですよね。しかしですよ、日本にはもともと江戸川乱歩とか夢の旧作とか渋沢達彦とかに代表されるような暗黒文学の文脈、寺山修司なんかに代表されるようなアングラ演劇の文脈、四谷下さんとか土井典さんとかに代表されるような球体関節人形とか、あと丸尾末広さんみたいななんかこういう民でグロテスクな漫画とかがあったんですよね。まさにこれはノスフェラトゥですよね。よって日本のこうゴスロリちゃんというか、ゴシックファッションを愛好する人たちの中にはですね、なんかむしろ日本のこうした闇の文化をこそなんか精神基盤に持ってる人も結構います。実は私がそうです。こういう世界観がなぜゴスにつながるのかみたいな人もいらっしゃるかもしれないんですけども、呪術的であるというのはですね、オカルトチックなものさえ内包するゴシックの、一要素だし、死とか闇といった危険な感覚を美しいとするのもゴシックロマンスの時代から続くゴシックの重要な美学ですよね。ゴスにおける美学や価値観というのをジャンル別に分析してみたこのゴシックハートの中で、著者の高原絵里さんはゴシックとは感受性であり、言ってみれば交互の体系とおっしゃっています。ドラキュラっぽいとかゴスロリっぽいとか、なんかついつい見た目ばっかり取り上げられがちな文化ではあるんですが、それよりもゴシックとは合理的なものに対する混乱や無秩序、安全な退屈に対する危険な美しさをこそ愛する美学のことなんです。そしてそうした変わった立場はメインストリームから見てみれば野蛮な怪物的なものに見えることもあるかもしれません。それすなわちゴシックとはアウトサイダーの立場から現代を冷ややかな目で見つめる批判精神のことでもあるのではないかと私は時に思ったりしています。今回はね、もう最も基本的な流れをざっと俯瞰するということで、もうかなり端折った部分も多々あったんですけども、細かいところについてはですね、今後の動画でもよりいろんな方面からですね、深く掘り下げていきたいと思っておりますので、もしよかったらためになったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また今回のね、動画作りについてはこちらの本を多大に参考にさせていただきました。概要欄に参考文献として貼っておきますし、また後日ね、ちょっとこちらの本もね、ぜひ紹介させていただきたいと思っておりますので、ぜひまたね、次の動画もご覧いただけたら嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。